ピニャラーマシュレです。ということで今回も少しやっていくんですけど、今回はこちらですね。星5のアサシンのを使ってみようということでやっていきたいと思います。はい、ということで10月の15日の夜に突然ね、星5のアサシンのが解禁されたわけなんですけど、皆さんは育成済んだでしょうか？真っ白の方はスター宝箱を引いて、今ね、映像流れてると思うんですけど、運よく星4が出てね、星4がポロッと出てきて、で、そもそも持ってるアサシンの数も多かったんで、結構ね、早く星5にすることができました。で、スタートークンがマジで残ってる。7000スタートークン、8000スタートークンくらいしかね、使ってないと思うんで、まだね、9万3000くらい余っちゃってて、ラッキー引きできたはいいんですけど、はい、ということで、今回はね、アサシン使っていくので、強いのか弱いのかね、気になってるところだと思うんですけど、その辺も喋りながら遊んでいきましょう。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日少し動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということで、まずはね、アサシンの能力の方からおさらいしていきましょう。星1時点では、攻撃するとコインを2枚付与っていうところですね。で、この攻撃っていうのが、ゲージが溜まって、そのゲージが満タンになった状態で攻撃すると、コインをくれるという能力になっています。で、星3になると、もらえるコインの量が3枚に増えるっていうところで、5秒に1回かな。5秒に1回ゲージが溜まって、で、アサシンのが攻撃してくれるとコインがもらえるっていう形になっています。で、星5になると、それが3秒に1回ゲージが溜まる感じですね。3秒に1回ゲージが溜まって、ゲージが溜まった状態で攻撃すると3枚もらえる。そんな感じになっています。ということで、訓練場で見ていきましょう。で、今ね、ゲージが有能溜まってると思うんで、この状態で攻撃するとコインをくれます。で、攻撃をするとなので、こういったね、青箱でもいいわけですね。はい、これで攻撃して、今ね、コインが落ちたと思います。で、3秒に1回もうゲージが溜まって、攻撃すると、コインをくれるという形になっています。はい、またゲージが溜まったので、ボスモンスターとか特にこうやってね、もうずっとうだうだ攻撃してるだけでもコインをくれると、そういった形の能力になっています。3秒に1回、これが強いのか弱いのかっていうところですね。その辺も遊びながらちょっとね、喋っていきましょう。はい、ということで、まずはね、アチャクイ編成で遊んでいこうと思います。初期サブキャラにアサシンのを入れて、メガ5を入れてみました。いつもだったらね、スニークストライク入れてるんだけど、ちょっと有能のコイン稼ぎを見ていきましょう。で、あとは、メイビス、そして、ダイナマイク。で、レオンを後ろに持ってきたので、その辺がどう影響するかっていうのもちょっと見つつっていうところなんですけど、あとはいつもの編成ですね。はい、メイビスとアサシーノのコイン稼ぎでどのくらい回ってるのかっていうのをね、見ていただければと思います。さあ、来ました。モンスターペットを、今回はちょうどいいんじゃないの？この4マスしかない、アイスワールドね。コインが稼ぎにくいマップですから、はい、ここでどれだけ稼げるかっていうのをね、ちょっと見ていければと思うんだけど、どうですか？結論言うのコイン回んなくて、回んないっていうか、ギリちょっと足んないんだよね。ちょっと足んない。3枚じゃ。これがね、普通に情報修正でね、5枚になったら使う。5枚になったら多分強いし、使えると思うんだけど、やっぱり、レアキャラっていう立ち位置以上、いやもうそれさ、スパイクに取られたもうワイの、いや、そうなんだよな。結局これさ、なんで今のボット取られたって考えたらさ、レオンがいないからだよね。お前そんな序盤にアサシンなのか持ってきてるから攻撃力低くて、あとミリ残り削れてなくて、レオンにしときゃよかったじゃねえかってなるじゃん。いやそうなんだよね。だからこっちの方がコイン稼げるくないみたいな思っちゃったらそうなんだよな。これは逆にもらった感じではあるんだけど、そういったところはちょいちょい感じるかな。これモーティス。モーティスからちょっともらって、そしてソニックからもちょっともらって、バイクだけね、ちょっと事故らないように気をつけていきましょう。いや、これババキン痛いよ、ドスンしてきたら痛いよ。メガパンチマジで痛いから。さあ、言うので、ちょこちょこコイン稼いで、で、痛い。ちょっと待って、ほんと、ワイのポコやられる、それ。ワイのポコが。ちょっと待って。もうやられた。ほらね。やられたね。さあ、これは落ち着いて、倒して。で、こう、うだうだね、してる時もね、稼いでくれるんだけど、ちょっとね、アチャクイとかそうなんだけどさ、攻撃してくんない時がある。モンスターを倒すのがさ、他のキャラクターがモンスター倒しちゃって、ユウノ自身が攻撃しないとダメなんでね。その能力的には。ユウノ自身がちゃんと攻撃しないとダメだから、他のキャラクターがモンスター倒しちゃうと、ユウノが攻撃できずに、そのままモンスター倒れちゃって、で、コイン稼いでくれない時もあったりして、結構ね、ムラがあったりはするんですよ。3秒に1回ゲージが溜まってるとはいえ、若干というか、そこそこというか、ムラがあって、めちゃめちゃコイン稼げるかっていうとね、そういうわけでもない。ほんとね、結構地道な感じですね。で、序盤からこう編成してる場合はね、序盤から稼いでくれていいっていう感じなんだけど、中盤に入れる場合、だからよくペニーとね、比較してっていうところあると思うんだけど、この人もなんかユーノ使ってるな。ユーノ使ってるけど、落ち着こうか一回。痛い。落ち着いて、ポーション取って攻めたい気はするけど、
スーパーソニック使ってるしな。モーティス。いやー、倒せないね。滑りましたね。氷で。こういう時もね、無駄にならないように、モンスターを叩いていくわけなんだけど、どうなんだろうな、これ。痛い。それはやばい。それは痛い。マジで。痛い。マジで痛いよ。スパイクマジで痛いよ。あれだけ気をつけていかないと負けちゃいますね。あれだけ気をつけないと負けるんで、エリート取って、ボスモンスターをさ、こう攻撃するときにちょこちょこ稼いでくれてるっていうのは、一見強そうなんだけどな。レオン取って、ようやくレオン取って、これ突進防いで、エリータでしょ。鍵取ったんで、ラフス取る、レオンがメガになる。スパイクが暴れないように気をつけないといけないんだけど、モーティスもソニックもスパイクの餌食になるんでね。これはスパイクを阻止しに行く。OK。スパイクを阻止しに行った。で、モーティスのちょこちょこ攻撃にやられないように一回引いて、オッケー。いやでもコイン若干回ってないんだよな、これ。若干。痛い。ソニック。急にとしたお前。ソニック、アチャクイに牙を向くなんてお前、ソニックは100年早いぞ。一応ね、勝つことできたんだけど、ちょっとコイン足んないよね。ちょっとコイン足んないんだよな、これだと。何が取れてない？フランケンが取れてないか。ラフス入れたけど、フランケンがギリ取れてないっていう、感じだったんで、ちょっとね、ラフスをラフスでメガにしてるっていうところは、あるかもしんないけど、若干コイン回ってない。だからこれがバトルヒーラーとか言ったら絶対取れてないよね。バトルヒーラーをメガにするまでは。っていう感じのコインの稼ぎ量でございます。序盤に入れて遊んでみました。はい、ということで、アチャクイ編成で遊んでいきましたが、ちょっと2試合目はこう喋る形でね、はい、録画した映像を流しているわけなんですけども、スパイクでもね、ちょっと使って遊んでみました。で、初期サブキャラはマックスレオンでメガファイボとタル爆弾っていう、いつもの形であります。で、ラインナップ今画像で出てるかな。中盤ですね。アサシーノはレアキャラなので、レア体に埋め込んで、いつもだったらアサシーノのところをペニーにして遊んでると思うんですけど、ペニーの代わりにアサシーノでコインが回るかっていうところをね、見ていただければと思いますが、で有能、どうだろう、結論から言うと、ほんとね、最低限だと思う。3秒に1回3枚のコインをくれるっていうのは、ほんと最低限中の最低限で、メイビスがいたから回ったし、アチャクイでキルできるから回ったし、モンスター倒せるから、コイン回ったしっていう感じ。最低限ギリギリね。スーパーレアキャラまである程度取れてたっていうのはね、なんかそんな感じの印象がちょっと強いですね。3秒に1回3枚のコインはマジで最低限かなっていうところで、じゃあペニーを入れ替えますかって言ったらね、入れ替えない人の方が多いんじゃないでしょうか。ペニーはやっぱね、エメラルドもくれるんでね、最低保証が鍵がついてて、で、エメラルドもくれるペニーっていう方がね、強いですね。エメラルドが結構大事で、3枚地図を落として、そこからエメラルドをもらって、で、それが結構試合に影響するっていうゲームモードもあるわけで、結構ね、ペニーの方が、使いやすいなっていうのはね、感じています。で、初期サブキャラに入れた場合なんかは、あえてね、ボスモンスターをね、ちまちま倒すことによって、ボスモンスターがなんかコイン製造機みたいになるんですよね。そう、ボスモンスターをちまちま攻撃するっていうのは、ちょっとね、悪くないかなとも思ったんですけど、なんか時と場合によるかなっていうか、ボット倒した方がいいなって思う時もあるし、さっさとメイビスで畑を抑えちゃいたいっていう、そのメリットもあるしってところで、なんかね、わざわざ有能初期サブキャラに入れて、ボスモンスターにしがみつくっていうのも、そんなにね、効率は良くなかった、気はします。いろんな編成でね、遊んだんだけど、それもね、そんなに効率良くなかったかな。だったらメイビスでさっさと畑掘ったりするし、っていうところの方が強いんじゃないかなとは思います。やっぱ一番アサシーノの弱いところというか、難しいところなんですけど、やっぱレアキャラなんでね、レアキャラなんで、初期サブキャラに入れる場合は、マックスとかレオンとか、人によってはウィザードとかね、そういった強キャラだよね。で、さらにはもうメイビスとかをやっぱ最初に入れておけば、さっさと畑に入れるわけで、そういった強キャラを、あえて抑えてまで有能を入れますかっていうところ。有能入れなくてもだって初期サブキャラにマックスとレオン入れて、試合中にね、メイビスとペニーを取れば、編成は回るわけですから、基本的に。わざわざ初期サブキャラにアサシーノを入れて、コインを回そうとしなくても、それよりも強いマックスとレオンを初期サブキャラに入れる。そして、メイビスとペニーで試合中に稼いであげる。それで十分なわけですから、わざわざ言うのを初期サブキャラに入れるっていうメリットも、ちょっとね、無理やり感が強いですね。で、じゃあ中盤に取りましょうってなったら、ペニーの方がいいな。エメラルドも稼げるし、鍵があれば、一気に宝箱に引けるしっていうところで。そういったところでね、ちょっとね、難しい立ち位置になっていますね。純粋な強化を求めるんだったらね、
5枚欲しいね。3秒に1回攻撃して5枚欲しいです。アサシンユノは。5枚あると初期サブキュラに入れる価値が出てくるので、結構強いと思うな。5枚だと。5枚マジで強いと思うんで、1回それくらい強くなってほしい気はしますね。で、ただアサシンユノ、これね、ファイターなんでね、サプライヤー視点でやっぱ考えちゃうんで、サプライとしてはね、ほんと弱いです。サプライヤー視点で考えるんだったらほんと弱いので、ファイターとしてね、考えてあげないといけないっていうのがあるんだけど、ファイターでこの能力もらっちゃってるから、どうしようもないんだよね。中途半端なんで、そもそもが。ファイターといえば、じゃあこの人ですよ。はい、最後にね、ババキンについて話していきたいんだけど、ババキンでもね、使った。で、ババキンだと、ちょっと良かった。ほんとちょっとね。ほんとちょっと良かったっていうのがあって、ババキンって皆さんね、わかると思うんだけど、足が遅い。それによって資源稼ぎもしにくい。で、さらに、攻撃力も終盤にならないと、やっぱスクワットの総合力っていうのがなかなか出せない。みたいな能力だと思うんですよね。なので全部をやっぱ足の速さも補って、コイン稼ぎも補って、で、攻撃力もちゃんと補えれるようなことを考えないといけないっていうのが、今のババキンだと思うんですけど、コイン稼ぎの糸口はちょっとアサシーノで見つけれたかなと思います。で、ババキンに関してはね、またちょっと別動画撮りたいので、アサシーノを使った動画はまた後日投稿しますが、ババキンならちょっといいかもなっていうのはある。ファイターのバフも乗るしね。ファイターのバフが乗るので、結構やられにくくて、序盤になんかずっこけることがなくて、ちょっと良かったなっていうのは、ちょっと印象としてあるんですけど、それでもやっぱ3枚じゃ足りないね。5枚だったら、これババキン結構いいヒーロー。いいヒーローというか、弱いんだよね、それでも。スパイクとかにやっぱ一瞬で押さえつけられるんで、ユーノのコインが5枚になったところで特別強いかって言われると、そうでもないと思うんだけど、ユーノがもしコイン5枚とかに強化されたら、もらえるコインの量が5枚とかに強化されると、いいかもねっていうのが、結論かな、初日の。スパイクとか圧着で、じゃあ有能を入れてまで編成した方がいいですかというところに関しては、入れなくていいですね。いつも通り、メイビスと、中盤に何か欲しいんだったらペニーで稼いでください。はい、そこが基本です。メイビスとかグレッグとか、ペニーの方が稼げるので、ロアキンはちょっとわかんない。ロアキン使ってないからわかんないけど、レア枠1体悩んでるんだったら、ロアキンワンチャンあるな。いや、でもそれでもペニーの方がいいな。だったらサプライヤーのバフが乗るペニーの方がいいと思うんで、やっぱロアキンでもあんまないかもしれないですね。いうところです。モーティストニックなんかも、別に無理に入れる必要ないですね。普通にメイビスとかペニーにコイン稼いでもらった方が、やっぱね、大手頃だと思うので、それこそ足早いしね、この二人。足早いんで別に地図取りに行くのもそんなに苦労しないので、ペニーでエメラルドを稼いで逃げるっていう選択肢も残しつつ、着実にね、そっちで編成強化、メイビスとかで編成強化した方が、強いと思うので、正直、ババキン以外のヒーローは有能を使う価値というか理由はあんまり見つかんないけど、ババキン視点でいくと、有能を使ってあげたら、もしかしたら、コインを稼がないといけないっていう、その、糸口だよね。見つけられるかもしれません。で、ペッカもわかんない。ペッカも使って強いのかわかんないけど、また、いろいろ試していこうと思いますが。はい、そんな感じで、ちょっと今回は有能使っていきましたが、結論としてはまだ弱いっていうところでね。はい、終わりたいと思います。よければ、高評価、チャンネル登録で皆さんの有能の評価も、ぜひコメントでお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。